3年待ったくらいでギャンギャン言うんじゃないよ。鈴木ファンは20年待ったんだぞ。どうも、ヒデチューブです。お疲れ様です。実は私、極度の鈴木感染者でして、そうですね、どれくらい重度かと言いますと、R7 班を2台持ってます。いやいや、同じバイク2つ持っててどういうことやねんって思われるかもしれませんけれども、違いますから、この2つ全然違うバイクですから。何が違うかって、まずエンジンが違う。軽音モデルはクランクケースが3分割になってて、軸配置が工夫されてまして、R7 班としてはチタンバルブを初めて採用したモデルなんですよね。それに対して L1 モデルっていうのはクランクケースの構造から全部変えて、はい、そういうわけでタミヤの GSX-WR です。長かった。鈴木が MotoGP で優勝するまで本当に長かった。なんせ前にチャンピオン取ってるのがケニー・ロバーツ・ジュニア。 WGP500 自体ですよ。 MotoGP ですらないですからね。さて、2020年に鈴木がめでたく MotoGP チャンピオン取りましたんで、タミヤからついにキット化されました。これまでもチャンピオンを取るとキット化されるっていうのがタミヤの GP マシンの特徴で、ホンダはもちろんキット化されていますし、いろんな年代のマシンがあります。ヤマハもキット化されていますね。まだロシがいた頃ですね、これは。ドゥカティもキット化されています。これはチャンピオンマシンではないですけれども、なぜかキット化されました。最後に川崎、お前1位なったこともないくせに、何鈴木差し置いてキット化されてんの、もう意味がわかんねえよ。ちなみにタミヤで鈴木のバイクがキット化されること自体もかなりの久しぶりで、遡っていきますと、本当の意味で鈴木ではないですが、はやぶさ X1 がおそらく最後の新規キットとなっております。そこからもう一個遡ると初代はやぶさが出てきます。初代はやぶさっていやー、タミヤさん、鈴木にもいいバイクいっぱいありますよ。もっとキット化してくださいよ。同じ静岡県内の企業なんですから。はい、箱を開けるとまず真っ白なカウルの部品が目につきますね。これはフレームとかホイールかな。珍しく中仕切りが入ってるパッケージですね。おお、アッパーカウルは一体でここまで成形されてるんですね。最後にエンジンとかが入ったランナーがあります。この辺もタミヤの GP マシンとしてはいつもの構成ですね。何これ、マシン解説書が別についてるんだ。これは一体何でしょう。テックティップス、組み立てアドバイス。すごい、最近こんなんついてるんですね、タミヤのキット。最近ミニ四駆しか作ってないからな。なんだこれ。パーツリストの内容に誤りがありましただそうです。説明書が閉じてある。そっか、最近タミヤの説明書ホッチキスで閉じてるタイプに変わったんですよね、確か。ランナーを確認していきたいと思います。はい、キット構成はこのようになっております。タミヤの GP マシンとしてはスタンダードな構成なのかなと思います。このキットすごくいいなと思ったのが、ゼッケンがなんと4つ入ってまして、ジョアン・ミルとアレックス・リンスとテストライダーのシルバン銀通りの番号も入ってまして、さらにチャンピオン決めた時に1回だけ使ったゼッケンナンバー1まで入ってまして、かなり豪華な仕様となっております。これはあれですね、4つ買えってことですね。さて、本来ならバッチリ塗装もしてデカールも貼って綺麗に仕上げたいところなんですけれども、おじさんもう我慢できないです。パチ組みしちゃいます。あと4つ買うから関係ないですね。組んじゃいましょう。
説明書の指示によりますと、組み立てはエンジンからなので、ここから作っていきたいと思います。冒頭で R7 班を2台持ってるっていう話をしましたけれども、実は車検が切れてもう何年も経ってて、全くバイクには乗ってないんですよね。一回売っちゃうと二度と買えない気がして、ずっと手元にはあるんですけれども、子供ができて以来なかなか乗る機会がなくてですね、なんていうか放置しちゃってます。今回はサクッと素組みなんで、流し込み接着剤でバシバシ固定していきましょう。部品精度に関してはさすがのタミヤなんでね、もういきなり接着しちゃっても何の問題もないです。特にすり合わせは必要ありません。サクッとエンジン本体が完成しました。いいですね、この精密感。さすがタミヤです。このエンジンについてちょこっと解説をしておきますと、並列4気筒の 1000cc エンジンになります。一説によるとヤマハと同じようなクロスプレーンクランクシャフトを採用していると言われていますけれども、実際の燃焼間隔がいくらかなどは公表されていないので、その辺は謎のベールに包まれています。確実に分かっていることとしては、クランクシャフトはいわゆる逆回転クランクを採用してまして、何のためにそんなことをやるのかというと、ウィリー対策ですね。クランクシャフトを逆回転させることでそっち方向にモーメントが働くんで、ウィリーに対して若干有利になるという構造です。市販車だと BMW の S1000WR とか MV アグスタの F3 なんかが逆回転クランクを採用してたと思います。吸気系を取り付けるとこんな感じです。エアクリーナーボックスがめちゃくちゃでかいですね。スロットルバルブはいわゆる電子制御スロットルバルブを採用していたはずです。 GSVR の時代には前側2気筒後ろ側2気筒でそれぞれ電子制御スロットルバルブをどっちかにだけ使ってるみたいなことを確かね、鈴木はやってたような気がします。 GSX-WR でそこら辺がどうなってるかっていうのは正直わからないです。しかし電スロも市販車にも徐々に採用されてきて、特別な技術ではなくなってきましたね。さて、フレームを作ってるんですけれども、説明書を見るとピンバイスを使ってフレームに穴を開けるという記述があるので、この穴を開けていこうと思います。これ何に使うのかはちょっと今はまだわからないですけれども、開けろと言われてるんで開けましょう。フレーム単体ができました。いやー、エロい。なんだこの曲線の塊は。最近の技術トレンドでここにストレスメンバーがないっていうのがどのメーカーも流行りのような気がします。下側にはあるんですけど、上側にはストレスメンバーがないんですよね。ここで合成コントロールをしているらしいです。ねじってみると面白いですね。なるほど。フレームの構成材はアルミのプレス材を溶接でつなぎ合わせるという構造が取られています。最近の量産車だとアルミのプレス材っていうのはもうほぼほぼ見かけなくなっているんで、 GP マシン特有の作り方ですかね。きっとコストの問題だろうと勝手に想像しますけれども、実際はどうなんでしょう。作りやすさとかあるのかもしれませんね。フレームにエンジンを乗っけていきましょう。この辺かな。どこだ。この辺か。ちょっと形状が GP マシーン特有なんでいまいち勘どころがつかめないですけれども、ここか。ここですね。こうやって見るとシリンダーの前傾角度はなかなかのものですね。フレームにエンジンをビス止めしていきます。このビスがすごく小さいんでなくさないように気をつけましょう。このフレームにエンジンをビス止めするっていう作業がバイクのプラモ
独特の工程な気がして、私結構好きで、これやってる時は結構ワクワクしますね。続いてスイングアームとリアタイヤ周りです。こんな形状してんのスイングアーム。これは最近流行りのロアフェンダーってやつですね。タイヤを冷却する効果があるとかないとか、ダウンフォースが発生しているとは口が裂けても言えないやつですね。上から見た時のスイングアームのくびれっぷりがすごくて、なんていうかエロいっすね。続いて排気系の部品です。この立体的なうねりよ。いいっすね。実写ではもちろんチタン系の材料を使ってると思われます。下になんか四角いちっこいのついてるのは、あれはおそらく排気デバイスの部品じゃないかと思います。最近のトレンドで排気口の出口にメッシュ貼るっていうのが流行ってますね。これはエンジンを使える個数が1シーズンで決まってるんで、転倒とかした時に排気系の方から石などがエンジンに入り込まないようにつけてると言われています。続いてフロントサスとタイヤ周りです。ブレーキディスクでっか、こんなでっかいんすね、今のブレーキディスクって。最近のフロントフォークの技術トレンドとしてはカーボンフロントフォークが使われているようです。おそらくアウターチューブがカーボンなだけだとは思うんですけどね、インナーチューブまでカーボンってことは多分ないと思います。最近流行ってるディスクカバーもバッチリ再現されています。タイヤは一応回ります。ネジ締めすぎちゃうと回んないんで注意しましょう。ブレーキホースとかクラッチケーブルをこうやって配線していくのがそこそこ苦行ですよね。ブレーキホースに至っては、お前実写はステンメッシュホースなんだろうって思いながらこのゴムチューブを配線していくという。気になる方はステンメッシュっぽいホースも売ってますんで、そちらを別途購入してつけるという技もありますけれども、とりあえず今回はこのままいきましょう。カウルがない状態で1回立たせてみました。もういい。最高ですね。最高です。よだれ出ちゃう。この状態でね、もう十分かっこいいです。むしろメカメカしくてこっちの方が好きっていう方もいらっしゃるんではないでしょうか。私は一旦最後まで作った後にこの状態に戻してディスプレイしていこうと思います。気合を入れ直してカウル周りを作っていきましょう。まずはリアカウルからです。この辺は部品もそんなに多くないですし、複雑な構成をしているわけでもないのでサクサクと組み立てることができます。リアカウル周りはこんな感じですね。燃料タンクがシート下まで潜り込んでいる独特の形状です。これは排気デバイスのサボモーターかな。ケーブルっぽいものがあるんで多分そうですね。シート薄っ。これ絶対ケツ痛くなるやつじゃん。燃料タンクカバーは一つの部品で構成されています。再現したい形状によって多少加工をしなきゃいけないことになってますね。ここをカッターで切り取ると滑り止めを横につけれるようになるのかな。今回は一番シンプルな形状でいきたいと思うんで特に何も加工はしません。このアクセルワイヤーがこの切り欠きに来るようにうまいこと位置を合わせましょう。タンクとフレームはネジ止めです。フロントカウルもワンパーツで形状が再現されています。横をよく見るとここ切り抜けばダクトが再現できますよ風な形状になってますね。最近流行りのフロントウィング、これもドカティ初のアイテムでウィリーの抑止に
効果があると言われています。最初ドカティがつけてきた時はなんじゃそのかっこ悪い部品はと思いましたけど、気がついたら全メーカー装備してましたね。これも最後にカウルをフレームにビス止めしまして完成になります。この辺すり合わせとか何もせずにバシバシ組んでいけるのはもうさすがタミヤっていったところですね。素晴らしいです。できました。タミヤ12分の 1GSX-RR です。いい、かっこいい。いやこれね、鈴木ファンなら4つ買わないとダメですよ。なんせ次にキット化されるのはきっとまた20年後ですからね。キットの方なんですけれども、組み立て難易度がですね、一昔前のタミヤの GP マシンと比べても結構難しくなってるような気がします。というのも元のマシン自体がおそらく複雑化してきてて、それを忠実に再現すればそれはまあ組み立て難易度は上がるだろうなっていうところですね。逆にこれをびっしりとプラモ化してるタミヤはすごいといったところですかね。さすがですね。まあただ最新の GP マシンを構造を確認しながら作ることができるっていうのがバイクのプラモデルの醍醐味だと思うんで、私は正直素組みでも全然楽しいと思います。うわなんだこれ、こんな構造になってんのかすげえなーって言って作るのもそれはそれで全然ありだと思うんで、興味のある方はぜひ買ってみてください。といったところで本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。ところでタミヤさん、新型はやぶさはキット化しないんですかね。私いつまでも待ってますんでよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。